皆さんこんばんは、ゲーム散歩の飯田です。インソムニアックゲームズさんのスタジオにお邪魔して特別な取材ができる機会が皆さんこんばんは、ゲーム散歩の飯田です。本日はハリウッドのホテルからお届けしています。この窓の外を見るとですね、ハリウッドの看板がデカデカと見えていて、ちょっと下を見ると高速道路で車が走っているのが見えるめちゃめちゃロサンゼルスっぽい光景が広がっている立地のいいホテルですね。一体なぜか。この秋にマーベル・ウルヴァリンという新作ゲームが出るんですけれども、この開発元のインソムニアックゲームズさんのスタジオにお邪魔して特別な取材ができる機会があるということで、ソニーインタラクティブエンターテインメント、通称 SIE さんにご招待をいただきまして、明日その取材に行くんですが、その前泊で今日はこのホテルに、滞在をさせていただいております。インソムニアックといえば名作ゲームマーベルズ・スパイダーマンの開発元としてよく知られているスタジオですね。今回の取材ではそのスタジオ内部の見学、ナラティブディレクターさんへのインタビュー、そして今回ウルヴァリン役を務めた俳優のリアムさんへのインタビューという主に3つの取材を通して新作ゲームの情報をお伝えしていくというのが私のミッションになってます。とはいえですね、ゲームの細かい情報については他にいろんなゲームメディアさんたちも来ているので、そういうところでしっかり取材して情報発信がなされると思うので、今回は海外にこういう取材に行くっていうのがどういう感じで進んでいくのかみたいな、その取材現場の取材レポートみたいな、そういう感じで、ツアーの様子を紹介していきたいなと思ってます。まずは日程について、日本から19日に出て全泊して20日に取材して21日にロサンゼルスを出国、そして22日日本に着くみたいな流れのスケジュールになってました。ですがですね、海外取材に行く時のあるあるではあるんですけど、もし飛行機の日程ちょっと早めたかったり遅めたかったりしたら言ってくださいねというふうに大体言ってもらえるので、今回私は3日ぐらい早めにしてもらって、ロサンゼルスから電車で3時間ぐらいのサンディエゴっていう南の町に行ってきました。そこでは名作建築の倉庫研究所っていうのを見に行くのがメイン目的だったんですけど、いろいろあって1964年に三重県の島からサンディエゴに移住した海女の方の息子さんと会っていろんなお話を聞いたりとか、流れでヌーディストビーチに行ったりとか、いろんなことがあったので今度また別の動画で出したいと思います。で、今明日いよいよ取材を迎えるというような状況になってます。で、びっくりしたのは昨日自分ちょっと節約してモーテルに泊まってみてたんですね。映画やゲームにもよく登場するのでいつか泊まってみたいなと思っていたんですけど、今回ちょうどいい機会だから行ってみるかと思って行ってみたんですよ。で、行ってみたら意外と悪くなくて普通に綺麗だし、ベッドも硬すぎない、硬めだけども寝心地悪くないし、お湯もちゃんと出るし、隣の部屋の音も別に聞こえないし、モーテルも全然いいじゃんと思ってたんですけど、今日泊まってるこのホテルバカいいですね。受付があって、そこからラウンジというかご飯も食べれるよみたいなところに行けるんですけど、そこの天井の高さがもうモーテルの5倍高いし10倍おしゃれ、結構いいお値段する宿なんじゃないのかこれはという気がしてます。ソニーさんありがとうございます。 Thank you。 ありがとう。今夜のもう8時ぐらいになるのかな、まだ明るいけど、一旦このルームツアーというのをちょっとだけしてみようかなと思います。部屋の中はね、ざっと見るだけでいいかなと思いますけど、だいたいこんな感じになってます。結構広めで、ここにちょっと機材が雑然と散らかっているので先に機材の紹介もしておくと、今回は一眼カメラ2台とワイヤレスのピンマイクを4機とオズモポケットという小型のカメラ、そして三脚2台という装備になってますね。実際に使う分よりはちょっと多めなんですけど、このぐらいあれば何でもできるかなという感じの装備ですね。どんな展開になっても対応できます。で、ベッドはクイーンかキングか分かんないですけど、だいぶ大きめサイズのやつ、仕事のしやすいデスクがあり、水が売られていて、水ちょっと1本8ドルなんでね、高いんじゃないかという気はするんですけど、そんなもんなのかもしれないです。そんなもんかもしれないけど、こちらにはタダで飲んでいい水があるので、多分これで十分足りるだろうというふうには思いますね。こっからお風呂の方に行きますと、まずトイレはこんな感じ。なんというか普通の簡素なトイレ。当然ウォシュレットはない。でもTOTOだ。日本企業が頑張ってます。で、シャワールームがこんな感じと、あとなんだ、ルームツアーって何すればいいんだ。なんかアメニティの紹介とかするのか、なんかあんのかな。アメニティ、ハンドソープとハンドローションがあります。オリジナルです。シ
シャンプーとかもちゃんとあります。あんまりラメに着ないってことは高いやつではないのかな。あと面白いなと思ったポイントとしては、置いてある部屋着が結構見たことない質感のやつだったっていうのと、ロッカーの中にヨガマットが置いてあったっていうのがカリフォルニアらしいホテルだなっていうところなんですかね。はい、というわけで明日からの取材では他のメディアの人たちがどういう風に仕事してるのかなっていうのも含めて、カメラで映していろいろ話を聞いていけたら面白いかなと思っておりますので、楽しみにしていてください。最初は日本からの参加者向けのランチミーティングとのことですけど、集まってますね。よろしくお願いします。名刺交換タイム。非常にビジネスっぽい。はい、でこちらソニーの小林さんであってよろしくお願いします。お願いします。昨日ツアーの概要を紹介したりとか、ホテルの様子を紹介したりするパートを撮ってざっと編集したんですけど、それだけで5分あったんで、こんなんいらねえだろうと思って。毎回取材の時に自分もホテルの部屋とか撮るんですけど、これ差し込む場所がねえなってなっちゃうんです。結局使わない。そうなんですよ。かといってスタジオだと今度は撮れる範囲が狭すぎて、いや意外とそうなんですね。スタジオの中入れるって言ってもそんなにあれなんですね。そうそう、ゲームスタジオってどこもそうなんですよね。そりゃそうですよね。歩いて3分ぐらい。はい、ET パーキング。すごい、本当テーマパークですね。そうですね。中行かないけど、行ったことある空気になってる。ハリウッド行ったんだねって言えます。みんなのこのワクワク感がすごいもんな。夏休みか。だから子供こんないるんだ。ランチの場所に着きました。これ東京ドームシティにもあるやつですね。ババガンプシュリンプ。フォレストガンプが元ネタの。せっかくだからいっぱい食べようかなとか思うと、アメリカだと本当に死ぬんですよね。一番少ねえのでいいんだよな。まあ肉を食べなきゃ間違いがない。リブアイ&スタッフドシュリンプ。Are we all ready for food? Yeah. Perfect. Cool. How do we want the steak cooked? Medium rare? You got it. なんか決めてますか、質問で。僕はもう提出しちゃってるんで。はい。それに沿っていくって感じ。だから出してない。今日そうです。一緒なんで、ちょっと後で、多分ゲームプレイしてからちょっと軽く打ち合わせした方がいいですね。そうですね。やっぱり労働ってどうしても一問一答になるんでちょっとありますよ。事前のすり合わせできない時は一番大変ですよね。本当になんかみんな何聞くんだろうってドキドキしながらオンラインミーティングの時頼むよ、これしないでくれってやります。すごい絶対やめてくれって。すごいなんかドキドキしますからね、こっちが変な意味で。事前に質問を用意しすぎちゃうと、お互いがかぶりにかぶりまくって種切りすることがあるんですよ、たまに。あともうこっちの媒体の質問ばっかり使っちゃって、せっかく用意していただいた質問ができないとかだと逆に申し訳ないんで、そこはすり合わせないと。なるほど。それがゲーム業界。じゃあいただきます。ホテルに戻ってきて今からスタジオに行くんですけど、他の国のメディアの人たちも集まってきてます。さてだいぶ着いた感じですか。これが敷地内。あ、これインソムニアックの敷地内。そうですね、赤いビルもこの手前の青いビルも多分インソムニアックで、あそこの赤いビルがでかい会社なんですね。全部インソムニアックってわけではないみたいなんですけど、はいはいはい。楽しみ。バス一括。早速卓球台が置いてあったり、本当にここでやんのか。可愛い彫刻が置いてある。撮影していい場所といけない場所が結構分かれてくると思うので、撮影は一旦ここで切ります。はい、この後のイベントは実際会社の中は結構厳しく撮影 NG でしたので、帰国後7月末の飯田が流れをつながせていただきます。この日のイベントはまずクリエイティブディレクターから作品についての熱いプレゼンがあった後、2時間の私有、インタビュー取材2本、スタジオ見学ツアーという構成になっていました。まずは私有の話からいきたいんですが、私有はゲームの中に登場するバーを模した部屋の中で大きいソファーに座ってゆったりやらせてもらうことができました。これが自分が私有の際に実際に座ってたソファーですね。そんな感想ですけど、まず思ったのはストーリーが良さそうってことですね。事前に見ていたトレーラーだと結構シンプルに暴力的というか、ド派手な戦闘が楽しいゲームですって方向の印象が正直強かったんですが、実際にプレイしてみると、これはウルヴァリンというパワー系おじさんの実は繊細な部分、心の柔らかい部分の描写に力を入れてるんだなということをかなり如実に感じました。ここで、いやそもそもウルヴァリンって誰だっけという方もいると思うので、少し簡単な説明をさせていただきます。ウルヴァリンというのは X メンなどの作品に登場する金属の爪の男。
そして映画の X メンだと俳優はヒュージャックマンが演じていました。特徴としては傷が自動で回復する体質でほぼ不死身であること、本名はジェームズ・ハウレット、そしてローガンという別の呼び名も持っています。ウルヴァリンというキャラクター名は動物のクズリに由来し、そしてコミックスでは伝統的に何かと日本に来がちなキャラクターで、日本人女性と結婚しているという設定もあったりします。あと補足すると、2017年にローガンという映画の作品があって、これはもう傑作として非常に評価が高いものなんですが、今回のゲームはあの映画に近い路線で作られているのかなと自分は思いました。どういうことかというと、映画ローガンは年老いてくたびれたおじさんウルヴァリンが結局自分は何のために生きるのかみたいな、ほぼ不死身のある意味死ねない男が若い世代のミュータントと出会って暴力と死にまみれて生きてきた自分の人生といよいよ向き合わざるを得ないみたいな、ざっくり言うとそんな話なんですね。多分今回のゲームどちらかというとそういう渋い系の話かなと自分は思っていて、でそういうのが個人的にすごく好みなので、まだ CU で2時間やっただけですけど、これは面白そうだなと率直にそう思いました。ローガンがどういう人間なのかがにじみ出てくるすごい細やかな演出が随所にあって、微妙な心理描写がうまいなーって感じがしましたね。あとアート面の良さもかなり期待できそうだなと思いましたが、何しろ録画 NG で素材が何もないので今回は割愛させていただきます。 I saw the cat in the game. Yeah, yeah. Really cool as a cat. これもあったな、この象もいたな。さて、私有の後は現場だとすぐにインタビューの流れだったんですが、この動画ではボリューム的に軽いので先に見学ツアーの中身を紹介していきたいと思います。やっぱり現場に行くっていうのはすんごい楽しいんですよ。何がいいかっていうと、特別なものが見られるとかがあんまり面白いわけじゃないですよ。その場所とそこで普段生活している人間のセット、もう毎日いるから別に興奮はないけどすごく愛着はあるみたいな、そういう人間の生あったかい感じ、これが最高です。もう解説してくれる人も砕けた感じがなんかいいんですよ。How do you switch? How do you switch cameras? Yes. Oh yeah, so we have. Oh, here. Yeah, so like if you look over there, I'll show you. Ah, yeah. Let's do the camera switch. Different cuts as well. Yeah. We have a guy who usually runs it right here. Justin West is our tech hand. And while I'm hosting or whatever, he'll be here and he'll switch out the camera and do all that fun stuff. I gotcha. Thank you. Yeah. そしていよいよインタビューです。インタビューはこういう部屋の中でさせてもらいました。私有が終わって自分が向かうと、もうすでに相手がスタンバイしている状態で、その場で自分はリュックから機材を全部出して急いで準備する流れだったので地味に焦りましたが、基本的には問題なくインタビューは終えることができました。ちなみに今回自分は通訳なしの英語インタビューをやってきました。録画で聞くとマジで自分の英語の発音がカスすぎて、いっそ日本語に吹き替えて動画にしようかとも考えましたが、別にこんな英語でも心がこもってれば伝わるんだなって感じで、そのままお届けいたします。まずは主演俳優のリアムさんからどうぞ。 Wolverine is roaring all the time. Yes. Isn't it difficult to find right roaring? It's funny you should say that. We spent a lot of time trying to find the right sound for him. It's interesting. He doesn't sort of scream as much as you think he does. It takes a lot to get him to that really crazy place. And then it was just a matter of seeing what my throat could do, how much I could scream. But what was most interesting is how many levels, there's like little angry, more angry, very angry, crazy angry, and trying to find all these subtle things and like, that was fun, trying to find which one is right. You move like that while recording? Yeah. It was because a lot of, I guess most of what we did was on the stage. So, you have to do the full performance. Oh. So it was the facial capture and the full body, everything. So we had, between me and my great stunt team, worked together to build all his physical actions. And we would, there might be one day where, he's running through the street and he has to leap and attack and then deliver some line to the hand or something, and then tell them he's coming for them or whatever it might be. I would do the action as much as I could, but if it might make the camera move so much and it wouldn't it wouldn't work for the face. So Seth, my stunt double, or one of the guys would be doing a lot of that, and I would be doing the yelling and the faces.
And so it's a real teamwork, we come together on it. And then in the VO booth when we're doing dialogue for when he's running through the streets or whatever it might be, they have a great technology set up where you have like a mic up here and a secondary mic and a room mic. So you have a lot of freedom, and I've got footage I think on my phone of me like doing all the actions and probably looking very silly, but it works, so it's worth it. In American comics, the same character can be a very different person depending on the work. Who writes it, or sure. Yeah. How would you describe your version of Wolverine? What kind of person is he? Oh, that's a good question. We are lucky in this one because we are getting to tell our own Wolverine story from the start, kind of thing, from the start of this journey. I guess like all versions of Wolverine, a very complicated, very conflicted person, like got huge struggles with his anger and his rage and his animal nature, where he's like the hunter, and he when he is pushed too far, he loses control, and he doesn't like that side of himself. But I like to think in our Wolverine, he believes he knows, and he wants to find out why he has these feelings, and if there's a chance he can be more than just these feelings, So he's in his Logan persona, he's sort of him. That's the weapon. He doesn't like the person he can be and become. Yeah, he's a fascinating character to play. We've got he's very true to how Wolverine is often portrayed in terms of his qualities, but a very interesting and unique way of portraying it, of showing it. I look forward to hearing what people think, because I think we've made some really brave choices with the story and some really satisfying explorations of who he is. He sort of starts this story as like the advertising is like, I ain't no hero, I'm Wolverine. He has this special power to cause mayhem and murder and all this stuff, but and it's for the greater good, but he doesn't like that he has to do that. But goes on this journey to see what kind of a hero he might be, if he has the chance. Will he be happy in the ending? Is Wolverine ever happy in all of the stories that he ever gets to tell? There's a very complicated answer to that. So the last thing I want to do is spoil this and what will come at the end. But he certainly experiences a lot of different emotions through this story, and some of them are happy, and some of them not so much. But as an actor, he goes on this massive roller coaster, and it's cool to watch. But I think the ending is really special. So I hope people get to enjoy it and they like it as much as I've loved being able to put it together. Yeah, I hope it too. Do you have any favorite line or maybe a favorite action? And if you don't mind, could you perform it for us here now? Sure. Some of my favorite stuff is towards the end, so I can't really say it, which is a shame. But just, everything from like, hey, bub, and it's hard to go past his like full like, his feral rage, It's one of the most satisfying feelings where you're like, okay, and then end in this really strong with the claws and the spit and the eyes going wild. It's fun to play in that world, but there's also some really quiet moments. I think that's what I love about Wolverine is he's got these moments of absolute rage and these moments that are so sweet and so small, and he can be both those things. I remember like the first time he has to go feral, I had to I was like looking at like rabid dogs and crazed animals and trying to work out how this Wolverine would look in that state. And I remember going to the set and having to be like, okay, I'm going to do it, and hopefully it doesn't look silly, but you have to be a little brave to really go crazy. And apparently everyone was very scared, so I guess that's good to know that I can make people very scared. But it's fun. はい、という感じでした。では続けてナラティブディレクターのウォルトさんへのインタビューいきます。
こっちも音声そのまま行こうと思いましたが、さすがにしどろもどろの部分多すぎたので日本語吹き替えでいきます。まずは日本の視聴者に向けてマーベルウルヴァリンがどんなストーリーになるのか、そのあらすじというか全体像を教えていただけますでしょうか。The story of Marvel's Wolverine is the story of Logan, or Wolverine, as a member of Team X, which is a mutant strike force founded by Nathaniel Essex as the only line of defense against mutants around the world. And as they are coming together to deal with the threat faced by billionaire industrialist Bolivar Trask, who is a human who believes that mutants need to be wiped out as a threat to the human species. トレーラー映像の一つで次のようなローガンのセリフを私は見つけました。もう十分に長く生きた。あらゆる出来事が曖昧になっていく。すべての戦いが、すべての死が。このセリフから私は映画ローガンのような世界観を連想しましたが、本作もやはりウルヴァリンの人間性に焦点を当てていると見て良いのでしょうか。 Yes, in exploring the character of Logan and crafting the story for Marvel's Wolverine, it was very important for us to create a narrative that felt both authentic to the character and the history that he's had over the last 50 years, but also was very original and focused in the humanity of the character.Because that is, for me, one of the most interesting things about Wolverine. He is, in many ways, the quintessential mutant, but he's also one of the most human characters in all of Marvel Comics. He's deeply conflicted about his role and his place in the world. He can do these very violent, very fantastic things to protect people who can't protect themselves, but he takes no joy.In that violence or that rage, it weighs on him, and he carries a lot of that weight with him throughout his life. It really is a tale of a man struggling with how he perceives himself and his actions out in the world versus comparing that to how the people that he protects see him.In some cases, even as a hero, which he has a hard time accepting about himself. 並外れた暴力ゆえにヒーローであるのだけれども、そこに喜びは全くないと。その葛藤こそが物語の核心であると言えそうですね。It is definitely one of the central things that Logan struggles with. As it says in the trailer, in the lines that you pointed out, this is a man who does not know his full past. He is still struggling to understand who he was and how he came to be in the life that he is in now. And seeking a life that allows him to be more in connection with nature in ways that his powers allow him to be outside of simply his claws and his healing factor. His animalistic senses allow him to see the world in a way that we don't normally get to see. It's a more vibrant, living thing. And Logan, as a character, has always been very attuned with nature. But since he is stuck in this war with Team X and Trask, he finds himself fighting against what he can do as a soldier for Team X versus the life that he wants to live, which is a more peaceful life with nature, and trying to balance those two sides of himself. 今回の制作でナラティブディレクターとして一番大事だったポイントってどういうところになりますか？ The most important thing for me when crafting the character of Wolverine for this story was to not simply lean into the character of him, but to make him a fully fleshed out person. We wanted players to feel at every step of the way that they were Wolverine, but also understanding that that goes beyond simply combat or animalistic senses. What does it mean to feel as deeply as this character does about the people that he interacts with in the world? And how does he feel about himself? And how is he connecting with the world around him in ways that aren't necessarily violent or animalistic? If we could create a level of empathy between players and Wolverine as they experienced this journey so that they felt that full weight of his soul, then we would have succeeded. I see, thank you. マーベルウルヴァリンでは日本も重要な舞台になるというふうに伺っています。もちろんウルヴァリンが日本と関係が深いことは知っていますが、今作においてはウルヴァリンは何のために日本に来るんでしょうか？
So as we were crafting the story, we did pull from a lot of inspiration from his history, and as you said, part of that is the deep connection and the many stories that have taken place in Japan. In Marvel's Wolverine travels to Japan when the Hand, which is an ancient and mysterious clan of warriors and assassins, kidnap a member of Team X, one of his dear friends. His name is Walter Lankowski. And Logan they don't know why Walter has been kidnapped. That becomes part of the mystery that needs to be unraveled as Logan travels to Japan in order to save his friend and his fellow teammate. The answer to that is a spoiler, and unfortunately I cannot say in the interview, but it is one of the great joys of unraveling that part of the story, is learning why the Hand are interested in Walter in the first place. Gotcha. Thank you. 先ほどリアムさんにインタビューしてきまして、本当にいい人で好きになっちゃったんですけれども、リアムさんと一緒にお仕事するのってどんな感じでした？ Liam is a joy to work. He is a joy to work with. He honestly, he's one of the finest actors I've had the pleasure and honor to work with in my career, and I've been making games for over 20 years. We really developed his unique take on Logan together through years of collaboration. It's been a constant living conversation with him, and we've become very close and very good friends over the course of this production. So much of the character ended up being informed by his interpretation and how he played it, because I would write a script and then he would perform it one way, and I would learn from him what felt most natural so that I could then adjust as we continued to write new scenes for the story. Every writer has their own different method. I like to adjust some things for the actor once the actor has been cast, because ultimately when you're writing a script, it's like drawing out a roadmap, but it's the actor who ultimately has to follow those directions, and they're going to live the emotions and the moments of those scripts step by step. So sometimes they're going to inform as much of that emotional journey as you are in writing the script beforehand, and so it does become a collaboration. Konnichiwa. We cannot wait for you to experience Marvel's Wolverine. We hope you enjoy it. Hey Bob, check out Wolverine, September 15. Perfect. というわけで取材いかがでしたでしょうか？インタビューについては本当はもっと会話のラリーを繰り返してなんか深掘りしたいポイントも全然いっぱいあったんですけど、さすがインタビュー慣れしてるお二人で情報としては十分にいいものが聞けたかなと個人的には思います。そしてマーベルウルヴァリンはプレイステーション5向けに9月15日に発売予定。現在予約受付中ですので、詳しくは概要欄のリンクをご確認くださいませ。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。